運をねこちらから追いかけなくても向こうから勝手に飛び込んでくるっていうことになります。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は運のいい人ってどういう人なのか、どうしたら運のいい人になれるのかというお話をしたいと思います。このチャンネルでは幸せになる考え方や行動について分かりやすくお話ししています。1分でわかるショート動画も人気です。通勤途中や家事の合間などにサクッと見られて強運体質になれるのでおすすめですよ。ぜひチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。各種 SNS もフォローよろしくお願いいたします。はい、では今回は最後に勝利をつかむのは運を味方につけた人、運の磨き方ということでお話ししたいと思います。先日自民党の総裁選で石破茂さんが新総裁に就任されました。新総理ということになりますね。私実はねかなり前の、12月の時点で石破さんが今回ラストチャンスで出れば勝つ可能性があるなって直感していたんです。これがね実際のツイートですね。12月っていうとねまだ全然早い段階でしたけど、石破さんがねここで出ればいける、これが最後のチャンスだろうなっていう予感があったんです。これね私が石破さんを好きか嫌いかっていうのは別として、今タイミング的にね分かりやすい例としてお話ししていくのでちょっとお聞きくださいね。私何でもかんでもね直感で分かるわけではないんですけど、時々ねこういう直感が降りてくることがあるんですね。私の母がね霊感体質っていうか、直感が強いタイプで、よくね政治家の方が家にね相談に来たりしていました。で私もね母からの遺伝体質で、こうした直感力が強いですし、で運についてもいろいろ勉強してきたんです。特に総理大臣という要職に就かれる方っていうのはすごく強い運と天命を持っています。国を背負うようなね大きな役職っていうのは誰でもがなれるわけではないんですね。だからこそねそういった家柄に生まれたり、あと政治を志すようなきっかけとかね、そういう運命の人に出会ったりということがあります。あとはねそういった大きな役目を背負うための魂を磨くためのね波乱の人生があったりします。私はね数年前に石破さんのね講演会で生でお話を聞いたことがあるんですけど、本当にね全てのデータが頭にインプットされている方だなっていうのが一番の印象でした。それとね近くで見た時にこの方はいつか総理になられる方だなっていうのがねオーラで分かりましたね。他にもねそんなオーラをお持ちの方はいらっしゃいますけど、ここではねちょっとお名前申し上げるわけにいかないんですけど、今私がね思い当たるのは、石破さん以外でもね何人かいらっしゃいます。ではこの方たちが選挙に出さえすればねすぐ総理大臣になれるのかっていうと、そういうわけではないんですよね。運命っていうのはねその時の自分の決断と行動で変えることができますから、やはりタイミングよく行動するということが重要になってきます。石破さんはね以前安倍さんと総裁選で戦ったことがありましたけど、あの時はね私今じゃないんだけどなって思ってました。でもね全ては必要な経験ですから決して無駄ではないんですね。今回の総裁選で5回目の挑戦だったっていうことなのでね、悲願達成ということになりました。つまり前の4回は失敗してるっていうことになりますけど、それでね今回出馬を諦めていたらこの総理の椅子はなかったわけです。つまり諦めずに行動し続けたこと、あとは腐らずにね自分のやるべきことを全てやって、よし今回はもうやることはやった、もうあとはどうにでもなれって宇宙にお任せするぐらいの気持ちになれたからこそ、流れをつかんで運をつかみ勝利を手にすることができたんだと思います。じゃあ運命やね天命でそれが決まっているんだったら、総裁選に出ればねいつかは総理になれるんでしょって思う方もいるかもしれませんけど、普通だったらね何度も曲げれば心が折れますよね。この定めであるがゆえに困難なことも多いですし、道のりは平坦ではありません。それはね責任が大きいからこそ学ぶことも多いためですし、それを含めて天命なんですよね。なので諦めない心、折れない心を作るっていうことも大事なんです。また選挙っていうのはね前の日の夜にガラッと情勢が変わってね大逆転するっていうこともあります。ですから運も実力のうちで、運を味方につけたものが最後に勝つということになります。私がね昔記者だった頃に選挙の取材をしたことが何度もあります。本当に選挙の時って
勝った事務所の方はバーッとねもうお祭り騒ぎになりますし、負けた事務所の方はもうお通夜みたいな雰囲気になるんです。それぐらい明暗がくっきりと分かれます。もちろんね実力とか信頼が一番大切なんですけど、勝負は時の運とも言います。接戦の時にあと一歩っていうところで差をつけるにはね、運をいかにして引き寄せるかっていうことがとっても大事になってきます。皆さんもお仕事だったり人生のあらゆる局面で必死に神頼みしたくなるような勝負の時、天運を味方につけて絶対に達成したい時、とっても苦しい難局をなんとか乗り越えたいっていう時があると思います。ではここから運を磨くために大切なことについてご紹介しますので、ぜひ取り入れてみてください。まず一つ目は、人としての土台を作る。これは人格を磨く、魂の格を上げるということです。これをしないで楽して棚ぼただけを期待しても本当の運というのはつかめません。たとえね瞬間的に何かを手に入れることがあったとしても、ただ浮かれてね周囲への感謝を忘れてしまったら、あっという間に手の中から幸運はすり抜けていってしまいます。また予想外のハプニングに巻き込まれて信用や全財産を失うということにもなりかねません。ですからやはり人間性が基本ですよね。人との関係を作ることも土台作りにはとっても大切なことです。予期せぬ幸運っていうのは人からもたらされることが多いんですね。石破さんもね前回の総裁選には出馬しませんでしたけど、小石河連合っていうのを組んでね、小泉さんや河野さんと組んだりしましたよね。ああいった関係づくりが後に生きてくるわけです。石破さんはねかつて小泉さんのお父さん、小泉純一郎さんにね大抜擢していただいたご恩がありますよね。人とのご縁や信頼っていうのはお金より大事だっていうことを忘れないようにしましょう。はい、では2つ目は、全てのことから謙虚に学ぶ。運の強い人というのは本や芸術、自然、ニュース、遊び、家族、あらゆることから学びを得ることができます。そして尊敬する人から学ぶのはもちろん、敵からも学ぼうとします。知りたい、成長したいという欲求が強いんですね。で、失敗すらも糧にして学びに変えてしまうので、転んでもただでは起きません。転んだところで何かを掴んでまた立ち上がりますから、どんなことも全てプラスになります。そうやってどんどん挑戦して打たれ強くなって、でマインドが強くなるからこそ、ここぞというチャンスの時に打って出られるんです。こういう意識でいるともう怖いものなしですよね。無敵になれます。でエネルギー値がね高くなっているので、運もどんどん強くなります。運をねこちらから追いかけなくても向こうから勝手に飛び込んでくるということになります。はい、では3つ目は、好奇心を持つ。新しいことや流行っているもの、人気のあるものっていうのはとってもエネルギー値が高いです。そういうものに常に触れて取り入れている人は波動が高くて強いので、運もついてきます。天才と凡人を分けるのは好奇心の有無だって言われています。天才と言われる人はもともとの才能だけではなくって、あらゆることに常にアンテナを張って、でそして興味を持って、もう考えるより先に首を突っ込むぐらいの行動力があるんです。ですから天才と言われる人ほどたくさん失敗しています。またそういう方って失敗慣れしているからこそ、ここぞっていうチャンスの時にね迷わず行動できるので運がつかめるんです。傷つくことが怖い人、ここぞっていう時にリスクを取れない人っていうのは自信がなくて波動が弱いので、なかなか運が巡ってきません。幸運の女神っていうのは常にオープンマインドで好奇心旺盛で、失敗を恐れずに新しいことにもどんどんチャレンジしている人に微笑んでくれます。はい、では4つ目は、自分と目に見えない力を信じる。目に見えない力っていうのは自分の直感とか運の力、宇宙や神様の後押しなどですね。直感を信じることができるっていうのは、自分のことも見えない力も信じているっていうことですね。じゃあ自分を信じるっていうのはどういうことかっていうと、私なら大丈夫、私は絶対についてるって自分に本来備わっているパワーを信じられるということです。
総裁選もそうなんですけど、昔はね戦国武将たちも戦の前には神社参拝をして必勝祈願をしていますよね。今も名だたる起業家の方たちとか、あと人気のね芸能人の方たちも折々に神社参拝をされています。それだけ皆さん自分の力も信じながら、見えない力、運も大事にしているということです。そして宇宙や神様のお力を借りるコツっていうのがあって、勝つことだけじゃなくって、勝った暁にはこういうことをします、世の中のため人のためにこういうことをして貢献しますっていう誓いを立てることなんです。自分のね利益のことだけじゃなくって、周りの人も幸せにするようなね、人の役に立つような願いをする人を神様は強力にバックアップしてくれます。そして自分とも神様とも約束をするんです。そしてその約束を必ず守る。そうすれば宇宙の有り余るほどのエネルギーがあなたにもうさんさんと注ぎ込むようになります。そしてここ一番の勝負の時に、もう自分でも信じられないような、想像を超えるような大活躍ができるものなんですよ。はい、では5つ目は勇気を出して行動する。ここぞという時には勇気を振り絞って行動することも大事です。今回の総裁選でね、石破さんがもし出馬しなかったら総理の椅子には座れなかったでしょう。タイミングよく動くからこそ運気の波を掴んで勝利をつかむことができるのです。もちろんね、勝負に出るとか新しいチャレンジをするっていうのはものすごく勇気がいることだと思います。でもね、何にもしなかったら失敗もしない代わりに成功もできません。打席に立たなかったらボールって打てませんよね。で、失敗が怖くて試合に出なかったらいつまで経っても野球って上手くならないでしょ。変な話、失敗をするからどうして失敗するのかが分かるんですよ。だからその失敗の原因をね潰していくことができるんです。だから何度も挑戦しているうちにね上達して成功するんですね。で、挑戦するのが怖いとか、努力もしたくない、でもお金はたくさん欲しいっていうのはね、練習しないでホームランが打ちたい、もう勝てる試合しかしたくないって言ってるのと一緒なんですよ。でも年俸を上げてほしいって、それ言えますか？大谷君って才能と運だけであの成績出せてると思います？波動を上げるだけでホームランが打てるわけじゃないですよね。好きなことって勝手に努力しちゃうもんなんですよ。でも本人はね、努力とか辛いなんて思ってないだけなんです。楽しい努力をしてるんですよ。努力っていうことをね、最近辛くて我慢して嫌なことをね渋々やっているってイメージに捉える人いますけど、正しい努力ってあるものなんですね。楽しいことをやってる時は努力なんて感じないでしょ。つまりそういうことなんですよ。だから努力したくないっていうことはそれほど好きじゃないっていうことですよね。運っていうのは自分で意識して磨いていないと、ここぞっていう時に働いてくれません。そしてエネルギーっていうのは出した分だけ返ってきます。これ宇宙の法則なんですね。で、何もしなくてももう見るだけ聞くだけでお金がじゃんじゃんもうすぐに入ってきますよなんていうものもありますけど、その人にお金は入るんでしょうけど、あなたには入ってきませんよ。だってね、その人はお金をかけて、時間もかけてね、そのお金が入ってくるシステムを作ってるじゃないですか。努力してるんですよね。楽してお金が欲しいと思ってる人がいかに多いか、それを利用してビジネスをやってるわけです。ですから普通のことを普通に努力してやってますよ。ですからあなたはそうやって人を依存させるものに惑わされないで、自分のやりたいことを無我夢中で楽しんでやってみてください。もう本当にそれだけなんです。サインに従って吹いてきた風に乗るように行動を継続していけば、結果は必ずついてきますし、自分の想像を超えるものがもたらされることもたくさんあります。そしてね、そこからまた想像とは違う方向へ導かれることもありますけど、もっといい結果を受け取るために必要なことなんですね。それもまた全て必要な経験です。自分で行動して経験して学ぶからこそ、自信がついて波動が芯から強くなって、で運がついてくるので、見える世界もどんどん変わってくるんです。まずは自分にできる小さなことから始めてみましょう。では最後の6つ目は挑戦し続ける。今回の石破さんのように諦めないで挑戦し続けることで、しかるべきタイミングで勝利をつかむことができたんですね。今回が5回目の挑戦だったそうです。ですから1回やってダメだったからといって向いてないなとか、これは間違ってる道なんじゃないかとか結果を出すのはちょっと早すぎます。
失敗もね全て学びに変えて、どんどん自分のね人格とか魂を磨き上げていれば、ドンピシャのタイミングでチャンスが巡ってきます。神様はちゃんと見てくれてますからね。そして自分で考えて、自分で決断し、覚悟して行動していれば、サインもはっきりと分かるようになってきます。ただし自分の中で期限をつけるっていうのも大事かなと思います。石破さんもね、今回の総裁選で最後って思ってらっしゃったみたいなんですけど、いつまでもねダラダラするのと、これが最後と思うのではね、覚悟の度合いが違いますよね。受験とかもそうで、何浪してもいいよ、何年もチャレンジできるよなんて言われてたらね、なんか勉強に身が入らないじゃないですか。でも現役だけだよとかね、一浪までだよなんて言われてたら、もう何としてでも合格しなきゃって必死になりますよね。この必死さっていうのがものすごいエネルギーを生み出すんですよ。ですからいついつまでに叶わなかったら諦めるって決めてね、もうそこへ全力集中をして、でダメなら潔く手放すっていうのも一つの手だと思います。一旦手放すことでね、執着が外れますからね。で石破さんもね、前回の総裁選は出なかったので、それが逆に良かったのかもしれません。ずっとね同じペースで頑張り続けるっていうのは人間ですからね、やっぱり難しい時もありますよね。で心が折れたりね、疲れちゃったりすることもあると思います。ですから緩急をつけてね、今が踏ん張り時って感じた時は全力で向かって、でそれがダメならね、また少し休んでという感じでリズムを作るっていうのもいいかなと思います。でも根底にある夢っていうのは変わらずずっと持ち続けて、自分をちゃんと磨いていれば、忘れた頃に想像以上の形で叶うっていうことも大いにあることなんです。運は自分で磨き育てることができるということです。誰でも自分次第でチャンスをつかんで成功することができます。運と魂を磨いて、どんな逆境でも動じない強運体質を作りましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回は運の磨き方ということでお話をしてみました。運を味方につけることで、ここぞという時に勝負強くなって成功をつかみ取ることができます。ぜひ参考にしてみてください。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。